こんにちは、みすずです。今日はミキサー不要のかぼちゃポタージュをご紹介します。煮てお鍋の中で潰すだけのお手軽ポタージュです。飲んでみたいと思ったらぜひ評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。材料はこちら。今回はかぼちゃ、水、生クリームだけで作っていくもう本当にお手軽な作りやすいかぼちゃポタージュなんですが、より濃厚にしたい方はお水の代わりに例えば鶏ガラスープとか鶏もも肉やささみを茹でた後の茹で汁とかを使ってあげるとよりチキンのお出汁が出てるので濃厚な仕上がりになります。でもお水でも全然作れます。またかぼちゃの青臭さが気になる方は中にスパイスを例えばローリエとかシナモンスティックとかカルダモンとかカレー粉とか入れてあげるとまたちょっと違った雰囲気になりますし、生クリームの代わりにココナッツミルクを加えてあげるとエスニックな仕上がりになってこちらも美味しいですよ。では作り方です。まずはかぼちゃを切りましょう。かぼちゃは8分の1個、種を取った状態で 220g のものを使っています。適当なサイズに切ってさらに1切れ飾り用で取っておいてください。こちらを茹でていきます。厚手の鍋を使います。これは18センチのストーブ鍋を使ってます。皮を下にしてかぼちゃを並べてお水を 180cc、 ストーブ鍋じゃない場合でも 180cc で大丈夫です。お塩1つまみ入れて蓋をして火にかけましょう。蒸気が上がってきたらごく弱火にして7、8分ほど。ここはかぼちゃのサイズによって時間変わってくるので調節してあげてください。残り2分程度のところで先ほど取っておいた飾り用のかぼちゃも茹でたいので中に入れます。で再び蓋をしで残り時間茹でてあげてください。火を止めて10分ほどこのまま置いて蒸らしたら取り出します。飾り用のかぼちゃを取り出して残ったかぼちゃを今回はこのまま潰しますが、この緑の皮が入るとかぼちゃのポタージュの色がちょっとくすむので、それが嫌な方はかぼちゃの皮も外しちゃってください。今回はこのまま潰しますね。火は止めた状態です。皮も一緒に潰してしまいます。ここで綺麗な滑らかなポタージュにしたいっていう方は取り出してミキサーで攪拌する、もしくはブレンダーでガーッとやって綺麗なポタージュにしてあげてください。味付けでお塩を加えて再び火をつけます。温めましょう。あとは温まればいいのですが、お好みでちょっと煮込んで水分を飛ばしてお好きな濃度にしてあげてください。私はちょっとドロッとしたのが好きなので、ここで10分ほどさらに煮込んでちょっと水分を飛ばしました。10分多分8分ぐらいですね。こんな感じですね。ドロッとしたところで生クリームを加えます。生クリームの代わりにココナッツミルクを使う場合はこのままずっと煮込んでもらって大丈夫なんですが、生クリームの場合はずっと煮込んでると膜が張ってくるので、温まったら火を止めてあげてください。また味を見て足りなかったらお塩追加してくださいね。カレー粉などパウダーのスパイスを加える場合も最後にここで加えます。カレー粉入りも結構美味しいですよ。器に盛りましょう。250cc のカップにちょうど2個分ぐらいになります。小さいスプーンに取った生クリームを飾りで垂らしてドライパセリと先ほど茹でて取り出した飾り用のかぼちゃをのせます。これで出来上がりです。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は潰すだけで出来上がるかぼちゃポタージュをご紹介しました。綺麗に作りたい方はさらにミキサーもしくはハンドブレンダーにかけてあげてください。でもこの粗つぶしな感じも私は好きで、結構このかぼちゃスープはよく作ってます。また詳しいレシピやブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。スパイスを加えたりココナッツミルクを使ったりしてアレンジしてみてください。一手間加えてこのポタージュを鶏の茹で汁などで手羽元でも鶏ももでも鶏胸でも茹で汁で作るのも濃厚になっておすすめですよ。飲んでみたいと思ったらぜひ評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた。作ってみた
たいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。